皆様こんにちは、みえちゃんですね。風さんデビューでもう5周年だそうでね、皆さんお祝いムードで盛り上がってますけどね。ちょっと見えるかなこれ。今日はねパソコンの前からなんですけど、はいね、盛り上がってますね。私まだねにわかファンなのでね、まだ1年経ってないかな。そうなのなんてね、ものすごくね遅ればせに分かったんでね、まあ今更遅すぎるんですけどね。風さん本当におめでとうございます。まあね、風さんを愛する心はね、もうファン歴ね何年だろうとね。この前紅白でねファンになったばっかりの方もいらっしゃいますしね。年月の関係なくね、風さんを愛する気持ちは変わらないと思います。この前のこのインスタのね、綺麗なこの風景見た人多いですよね。これ綺麗なね、なんか夕日、朝焼け、どっちだろうね、すごい綺麗ね。それであれ、手にね貝殻があったよね。どこだっけ、これね。これかわいい写真ね。貝殻6個なんてね、風さんらしいっていうかね、まあ6年目に入るよってことなんですかね、これは。でね、私ねこの写真見てね、思わずね、あの貝殻より風さんの手相を見ちゃったんですよ。はい。癖なんですね。実はね、私手相とね、先生術ね、星占いはね、もう大好きなんですよ。でいつの間にか気づいたらもうね、かれこれもう50年ぐらいになるかなもう勉強してましてね。で特に星占いはね、人に会うたびにね誕生日を聞きまくっちゃうというね、そういう悪い癖があるんですよ。はい。でね、これちょっと見えにくいね、この写真。申し訳ないけどね、これね、見ちゃったんですけど、私でもね運勢は見ないんですね。運勢っていうのはね、今年はこういう年だろうとかね、未来を占うってやつですよね。であれはしないんですよ。なぜならね、この世にあるものはね全てもう因果でできていてね、動いていて、そしてね宇宙のエネルギーがこうね躍動してるんですよもう毎週毎週ね躍動してるんですね。ですからね、人間のごときね学問とかね知識なんかで未来を予想は到底できないんですよ。ですからね、何が起こるかはもうあるがままなんですね。もう知ろうともしないんです。はい。知ろうとするのはね我欲ですからね、苦しみのもとなんですよ。うん、じゃあね、なぜ私がね占星術とか手相がね好きかっていうとね、こういうもので注目してるのは統計学としてなんですよ。まあ一種の学問ね。つまりね、人の性格とか傾向とか体質とかね、外見なんかもねもう古代からね積み重なってきた統計が取れているからなんですよ。だから事実の積み重ねだからね、結構ね信憑性があるんですよ。でね、この時期にね生まれた人はこういう傾向があるとかね、手にこういう線がある人はねこういう人が多いとかね、そういったね事実に基づいている統計だからなんですね。でね、占星術はねその人が生まれた時の太陽ね、太陽の位置とか月とか、あるいはね他の惑星で占ったりするんですけど、まあ私は主に太陽でね、性格判断はできると思ってるんですね、大体ね。でね、なぜならね、太陽っていうのが一番ね地球に影響を及ぼすね最大の惑星だと思ってるんですよ。野菜なんかでもね、ほらキャベツなんか春キャベツ、葉っぱが柔らかくてね美味しいですよね。で夏になるとね硬くなっちゃうよね。でナスなんかほら秋になるにつれてえぐみを増してくるでしょ、アクが強くなるでしょ。ね、野菜がこうなんだからね、まして人間にね影響が出ないはずがないのでね、まあある程度のね確率で性格とかね傾向とかは分かってくるんですね。
まあね、これまでの経験だと占星術だとね、まあ性格や傾向は、70%くらいは当たるんじゃないかなと思ってるんですよ。もちろんね例外はたくさんありますよ。ただしね、今日の星占いとかね、今月のとかね、今年の運勢とかね、そういうのはね私眉唾だと思ってるんです。はい。まあ好きな人は申し訳ないけどね。でね、まあ前置きが長くてすいません。風さんのね、まず占星術でね、見た感じをお話ししますね。これね、あくまでもねこのみえちゃんのね経験によるね独断とね自分勝手な判断ですのでね、そこのとこはねまあお茶飲み話程度にね楽しんでいただければと思います。風さんの誕生日は1997年ね。なんか私なんかから見るとついこの間みたいだけどね6月14日でね27歳ですか。若いね。まあ双子座ですね、この人は。英語でジェミニーですね。まずね双子座はね5月生まれとね6月生まれがあるんですよ。でねそれぞれでね微妙に変わってくるんですね。そしてね3つのねデークっていうのに分かれるんですね。まあ期間ですね。風さんの時期はね第3デークっていうのにあたるんですね。でねこの方たちはね蟹座の影響ね、次の星が蟹座なんですけど、蟹座の影響とあと水亀座の影響を受けるんですね。でね蟹座の特徴と水亀座の特徴も含むっていうことなんですね。でまたはね家族や友人に蟹座とか水亀座の人がいたりするんですね。縁があるってことですね。でねまたね水亀座の影響を受けると独創的なアイデアとかねエキセントリックな行動などが見られるんですね。ちょっと風変わりなね、だから風さんのね曲とかねステージでの振る舞いとかね、まさにね独創的でね風さんしかできないことばっかりだよね。でねちなみにねこの間分かったんだけどズッズさんはね水亀座なんだね。だから双子座とはもう相性抜群なんですよ。ね、すごいですね。でね、双子座の有名人は、まあ私の世代だとね、若い人には申し訳ないんだけど、私の世代だとね、よく知られてる人はビートルズのね、ポール・マッカートニーとかね、それからジョン・ F・ ケネディ、あと女優だとそうね、マリリン・モンローが有名かね。歌手の方ではね秋元純子さんとかね黛純さんとか、あとトム・ジョーンズ、知らないかな今の人、あとボブ・ディランとかね、あと美空ひばりさんもそうですね。あとねミステリー作家にね双子座の人結構いますね。私ミステリー好きなんで。でねまあコナン・ドイルとかね、あと作家ではね太宰治さんとかシェイクスピアとかね。でね双子座さんのね外見的な特徴なんですけど、まあ例外もありますよ。まずね背が高い人が多いんですよ。風さんもねもちろんそうですけど。でね背が高いんですけど筋骨隆々のいわゆるこうムキムキって感じじゃなくてどちらかというとねまあ華奢までいかないけどすんなりとねこう育った感そういうのがあるんですね。要するにまあスタイルがいいってことだね。ただね中年以降太る人もいますね。そしてね健康面ではね神経系統がね結構繊細な人が多いんですよ。それとね循環器系にねちょっと注意が必要かもしれないですね。でなのでね気をつけなきゃいけない病気としてはね神経痛とか、まあ精神的なねノイローゼとかストレスとかね、そういうのに注意が必要なんですね。であと循環器だからリンパとかね血液とか心臓とかコレステロールね、そういった類ですね。まあ風さんまだ若いからねこういうのは心配しなくていいでしょうけど、あとね性格的な傾向なんですけど、双子座の人の一番大きな特徴はねコミュニケーション能力に優れてるってことなんですよ。
そしてねおしゃべりがねとっても上手な人が多いんですけれども、口下手の人でもね何らかのこうコミュニケーションに優れているんですね。例えば身振りとかジェスチャーとか話す代わりに手紙を書いたりね、あるいは詩を書いたり、風さんのように曲を作ってねメッセージを伝えるっていうのはねもう典型的な双子座の能力なんですね。だからボブ・ディランとかねポール・マーカートニーなんかもねすごい曲たくさん世に出してますよね。だからねもう双子座の男性がねラブレター書いちゃったらもうねどんな女性ももうコロリだと思いますよ。まあねこれが悪く出ちゃうとね口から出まかせとかね嘘が多いとかね、そういう人も中にはいますけど、風さんはもちろんそんなことはありませんよね。でね風さんは蟹座に近づいた双子座なのでちょっとね家庭的なところとかねまめなところがあるかもしれませんね。先日ねネギ畑の風さん出てきましたよね。だから野菜作ったりね料理したり、庶民的でね優しいところがあるのも6月後半生まれのね双子座なんかに多いんですけど、ただしね神経が少しね繊細にはなってきますね。でね双子座はねとってもね行動的な面もあってね、割とあんまり深く考えずにあちこちね顔出したりね気さくな面もあるんですね。そしてねなんて言ってもねユーモアのセンスがあるんですよ。だからねもう女性にはモテる人多いですね。6月生まれだともうさらにねその傾向は強まるんです。ただね双子座の特徴としてね一人の人だけを一途に愛するっていうよりも愛するっていうよりもねどっちかっていうと惚れっぽくて冷めやすい傾向にあって、独身をね貫く人もね結構いるんですね。でね6月生まれの場合はその一方でね家庭的で真面目なお父さんになる人も結構多いんですね。風さんの場合どちらでしょうね。風さん一人の人を愛する先にもう人類愛しちゃってるからね、そしてね好奇心がね強くてね頭のいい人が多いですね。英語で言うとねブリリアントっていうのかね、ブリリアント&スマートっていうのかなっていう感じでしょうかね。なのでね当然ね行動力があってね人との関係も良くてユーモアがあるとなるともうね神様に約束されちゃったようなねもう世に出るのが必然のようなね星座の人なんですね。だからねもう風さんはもう双子座のいい面がね本当に現れちゃったもう典型的な例でしょうね。だからね神経がね繊細な面に気をつければねかなりもう世渡り上手っていうことになりますね。占星術に関してはねこのぐらいでいかがでしょうか。次にねいよいよ手相なんですけど手相もね占星術と同じくね私運勢は見ないんですね。あくまでもね性格や持って生まれた傾向とかね才能などが分かりますね。左手の場合は特に持って生まれた傾向が分かるんですね。でこれ左手だね偶然ねでね手相はね年月によって変化するんですね。だから永久にそうだっていうわけじゃないです。でねまずこの風さんのインスタの写真ねアップしますとね全体的にね線がねこうデリケートでね、繊細ですね。とてもデリケートな性格だっていうのがわかるんですね。そしてねこの頭脳線ねこれ頭脳線これ感情線ねこれが生命線でこれ頭脳線がね長いですね。ここまで来てねここまでかな、ちょっとこれ貝殻が邪魔になってるか分かんないけど結構長くてこう先分かれてますねこうやって2つにね。でねこれはね霊感が強い人が多いんですよ。ちなみに私もそうなんですけど結構長いんですよここまで来てて。でねオーラが見えちゃったりするんですね。別にそんなものを見たくないんだけど見えちゃうんだよねだからね
だから見えちゃんっていうのかね、まあバカな話はちょっと置いといて、それでね、それから目立つことはね、このね生命線とこのね頭脳線の付け根ね、ここ付け根見えますかね、ここは分かれてんね、離れてんの、こうやって。でこういう離れてる人はね行動的なんですね。そしてね社交性があるんですよ。結構大胆なことができちゃったりする。ちょっともうちょっと大きくしようか。ここ見えます？ちょっと変なハレーション起こしちゃってごめんね。見えるかな。これね頭脳線、これ生命線、ここは離れてるでしょ。こういう人は行動力があってね、大胆なことできてね、政治家にも結構多いてそうなんですよ。まあ政治家になった風さんはちょっと想像できないけどそしてねここはね結構変化するんですね。小さい時ここくっついちゃってるってね、なんか引っ込み思案だったけど大きくなってね活発になったらここ離れてきたっていうのはね結構珍しくないです。そしてね風さんの場合この感情線がね、この感情線が結構長いんですね。ここまで来てるの。これ人差し指と中指の間にまで来てんの。ここら辺ね。これ大変ね思いやりのある優しい人が多いですね。そしてねここ先がこうペチョペチョって言ってこうやってチュッチュってこうなってる分かれてるのはね周りに気を使う人ね。気配りがあるっていうのかね。そしてね周りの人をねこう立てていく人が多いですね。まあ女性で言えばね旦那さんをこう陰で支えてね、理想的な奥さん。そして男性ならもう自分だけじゃなくて周りの人をもう引き立ててあげるようなね、そういう度量のある人なんですね。もう風さんそうですもんね。そしてね風さんの場合ねこの感情線の上にねこうちょーんとこうやってヒューってこうなってる線があるんですね。これはねこれは異性にすごくモテる線なんですよ。はい、これがある人はねもうモテモテなんです。もう非常に羨ましい線なんです。そしてねまあ最高にね今回発見しちゃったね風さんの素晴らしいところ、ここですよ。これ見えますかね、どこだっけ。これなんですけどね、ちょっと最大に大きくしてみようか。ここに見えますか、十字架がこう十字があるんですね。でねこれはね幸いに運命線に遮られてなくてくっきりここにあるんですけど、こういう人はね神秘的な力に守られているって言われてるんですね。それでねまあねなんかまずいことが起こってもねいつの間にか解決しちゃうとかね、何かねこう大きな力に守られている。まあ皆さんもみんな守られてるんですけど、この十字架持ってる人はねそれを感じることができるんですね、自分でね。そういう力に敏感なんです。そしてねだから余計にねうまくいくっていうかね、お得っていうか、やっぱ風さん持ってましたね、これ十字架ね。そしてね神秘的なこととか霊的な精神的なことに深い関心を持つ人が多いんですよ。私もねあるんですね。ここに見えないか、私ちょっとカメラに映んない、ここにあるんですけどね。でねこれはねまあ神秘的なこととかねやっぱりそういうなんていうのかな、霊感っていうのかね、そういう世界に入る人が多いんですね。だからね皆さんもね自分の手をね是非見てみてください。見つかるかもしれないですよ。この十字小さいですけど、これねちょっと冬だからシワがくっきりしててよく見えるかもしれないけど、でねまあ今ね見れるのはあとそうね M の形っていうのがあるんですね。これは少し小さくした方がいいか。ここはねここの頭脳線と感情線と生命線でこう M を作ることがあるんですよ、こういう。でねここが残念ながら貝殻があるから見えないんだけどね、ここにもし線があったら
これすごい大きな M なんだよね。この M のラインがあるとものすごい最強のもう強運の持ち主ってことになるんですね。ちょっとこれがあるから分かんないんだけどね。まあ今見れるのはねこのぐらいなんですけどね、もちろんね 100% ではありませんしね、まあ外れてるかもしれませんけども、まあざっと見た感じね、風さんの手相からはね、まあ優しくてね個性的で思いやりと行動力があってね、でおまけに健康でと、まあ理想的なね若者の姿がね浮き彫りになっているっていうことなんですね。はい、皆さんこんなところでいかがでしょうか。はいお茶飲み話にもならないかもしれないけれどね、はい、楽しんでもらえたら幸いです。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。さよなら。